Cannon clearly spoke his refusal. What happens next will shock you. It was with a rage that he normally didn't show. Jessica couldn't say anything back, and was struck silent. お嬢様は人間です。だからどんな生き方をしようとも自由で、どんな未来も可能性もある。それはまるで翼を持ち自在に空を舞う鳥のよう。でも僕にはそんなものはないんです。僕がたとえ鳥に見えたとしてもアヒルに過ぎない。アヒルに翼はあっても飛ぶことはできない。なのに空の夢を語るなんて、そんなのは。家具だのアヒルだの、なんだってんだよ一体。いや。Jessica had unconsciously gone along with Cannon's forceful manner of speaking, but she realized that she couldn't fire back and swallowed her words. 私は君のことを何も知らない。生い立ちも知らないし、その苦労も知らない。だから君がどうして自分を家具だなんて言い出すようになったのか想像もつかない。でも知って、君は家具でもアヒルでもない。ちゃんとした人間だぜ。 I'm a real duck. 使用人としてのカノン君が家具だと思うならそれでもいいよ。でもならカノン君は家具でない時の人間の時の自分を作ってもいいとは思わない。 By the way, I don't know why this is happening, but for some reason Jessica's lines are extremely far quieter than Cannon's. That's not me doing that. そんな可能性を抱けるのはお嬢様が人間だからです。僕はそうじゃない。僕には未来も可能性も見るべき夢もない。だからお嬢様、それ以上残酷なことを言わないでください。なんでだよ。なんでそんなことを言うんだよ。お嬢様が僕のことをご自分と同じ人間だと勘違いなされているようだからです。僕とお嬢様は違う存在。それをはっきり申し上げておきたかったのです。シャノンに聞きました。お嬢様は僕のことをお気に入りになられているとか。いや僕は人間に限りなく近い姿をしています。だからシャノンのように自分を人間だと錯覚して一時恋愛の真似事をすることもできるかもしれない。でもそれは自分を騙しているに違いない。いえ、お嬢様を騙すことにもなるのです。シャノンとジョージ様も必ず破綻する。その日が訪れることをシャノンだって理解しているだろうに。バカなことを。バカなってことはないだろ。そりゃジョージ兄さんは立派な人だし、両親の期待も背負ってる。確かに結婚とかになればエヴァおばさんがいろいろと口出しをしてくるだろうし、まあその前途は多難だと思うぜ。でもな、ジョージ兄さんはそんなのに屈する人じゃねえ。シャノンをジュリエットになんかしねえぜ。きっと幸せにしてくれる。人は家具と恋などできない。お嬢様が家具を愛することができても僕にお嬢様を愛することができないと、そう思う。 Ooh, wow. That's a pretty harsh way to get shut down. Those words of Cannon's crushed all of Jessica's bittersweet feelings from that day. There was no way her emotions could have predicted that she would be refused so clearly. In an instant, she had lost the willpower that had caused her to try and unravel something stubborn in Cannon's heart. And before she knew it, she was just standing there in shock. お嬢様が僕を好かれているという気持ちが僕の思い上がりによるものならどうかお許しください。いや、
そこは否定しねえぜ。ありがとうございます。え？僕を人間だと思ってくれてありがとうございます。そのお気持ちだけで僕は本当に嬉しいです。そしてそれ以上は僕には残酷すぎるから。いや、もう十分だぜ。悪かったな。Jessica recklessly scratched at her head and spoke, trying to force her voice to sound bright. 私一人がいろいろ先走っちゃって迷惑かけたよ。正直ごめん。貴重な休みを丸一日振り回しちゃって本当にごめん。いえ、僕も楽しそうなお嬢様が見られて嬉しかったです。じゃあ今夜はこれで終わりにしようぜ。私も部屋に戻って消灯しないとまた母さんに怒られちまうよ。そうされた方がよろしいでしょう。おやすみなさいませ、お嬢様。おやすみ。Ah, poor Jessica. Cannon saw Jessica trot away, looking disheartened with her back to him. But she suddenly started dashing recklessly and disappeared in the direction of the mansion. As he watched her back for just an instant, Cannon was tormented by the feeling that he had just made a huge mistake. But then he remembered furniture doesn't make mistakes. But he hadn't made a mistake at all. Thinking of her sake, he'd been forced to refuse her now while the pain was still at its smallest. 女を泣かせるとはなかなかやるではないか。Now you got Beatrice. She's gonna get mad at you. Look what you did. お前がそこまで拒絶するとは意外であった。普通に受け答えしていれば、わらわの魔法で二組目の恋人たちが生まれていたものを。いつからそこに。最低なやつだな。When he turned around, the witch was suddenly there. It looked like she had been there the whole time, enjoying the performance of those two. わらわへの暴言は愉快なる見せ物に免じて特別に許す。男と女のこじれ合いに勝る見せ物は千年を経ても存在せぬな。わらわにとっては何よりも甘美な止められぬ快楽よ。Cannon pulled that butterfly brooch out of his pocket. It was the crystallization of the great magic that the witch had bestowed. Without hesitation, Cannon slammed that against the ground and stomped on it. Uh-oh. I think something bad's going to happen to Cannon. ほう、わらわの与えたものと知りつつ、それは何を意味するのか。今理解した。お前がしているのは恋のキューピッドなんて洒落たものじゃない。お前は結ばれぬ者たちに恋を見せてたぶらかして楽しんでいるだけの悪魔だ。そう思うも自由よ。わらわが力を貸した人間の多くはお前と同じようなことを口にする。ほうけるな。お前はシャノンを憐れんで力を貸したんじゃない。恋に胸を焦がすシャノンの心の隙をついて自分を封じていた鏡を割らせた。しかもそれだけじゃない。その末路まで想像がついていてもてあそんでいる。違うか。カーグとはつくづく哀れな存在よ。夢も未来も恋すらもないか。よいよい、身の程はわきまえるに限るぞ。ジェシカの心にはお前が察する通り淡い恋心があった。
そなたはそれにハサミを入れ刈り取ったつもりでいる。だが木は勝手に茂らせたものより枝を間引き剪定したものの方が太い枝をつけるというぞ。家具に恋する娘か。面白いぞ、実に面白い。シャーノンとジョージもやがては結ばれ得ぬ恋に行き詰まり、わらわ好みの大きな果実を実らせるだろう。Is she referring to the fact that their family, or that the Ushirimiya family won't accept it? しかしいかんせんあの二人はうまくいきすぎていて面白くなくてな。そこへ行くとお前たちは大いにわらわを楽しませてくれそうだぞ。The witch laughed. Even though she had known that the two could not be joined, she had lit magic to join them together. However, they couldn't escape the fate that made it impossible for them to be joined. The witch knew that. Even if they were joined, the relationships of Shannon, George, Cannon, and Jessica would fail. And as they wandered through the eternal desert in the hell of love, they would be tormented by eternal thirst. わらわがその力を対価なく貸すことがあるとでも？恋に手は貸そう。その対価はやがて必ず訪れる二人への過酷な運命の干渉料としていただくわけよ。これに勝る見せ物は1000年経っても存在せぬ。金像を見るがいい。恋の味を知り楽園を追放された哀れな老いぼれの末路を、死んでも死にきれぬさながら亡者のような生き様を見るがいい。やはりお前は魔女だ。消えて失せろ、この悪魔め。頼まれずとも消えよう。まだまだわらわには力が戻らぬでな。姿を現し続けるのはまだまだ疲れることよ。そなたら恋人たちに力を授けるのに無理をしすぎたのでな。触媒のブローチなしで力を維持し続けるのは今のわらわには容易ではない。Cannon ground his foot even more into the stomped brooch. He felt it break under his foot. Then, it evaporated like water, and changed into butterflies that sparkled gold, which fluttered away from beneath Cannon's foot. わらわもこの姿を保ち続けるのがちと苦しい。しばしそなたの願い通り姿を消そう。満ちぬ潮も月もないように我が魔力も必ず満ちる。そして必ずや訪れようわらわがよみがえるにふさわしい時が。それが明日のことか来年のことか、さもなくば100年1000年未来のことかは想像もつかぬ。だがわらわを楽しませてくれる者たちがおる限りわらわは必ずや力を得てよみがえるであろう。その時までしばし姿を消す。そなたの手のひらにもはやあざはなく、そなたが望むならば明日の朝にはわらわの存在など夢か幻のように消し去ることもできよう。忘れ去られることほどわらわに悲しいことはない。だがわらわは必ずよみがえる。そしてその日がいつ訪れても後悔することのないよう自らを戒めよ。わらわは必ずや再臨しこの島の真の主として全てを支配する。その時こそ再び黄金鏡の扉が開かれる。yes, she's referring back to the first chapter. 欲深な亡者たちが必ずやわらわを呼び覚ます。くどい、早く消え去れ黄金の魔女。
The witch left with a scorn-filled laugh, became a group of gold butterflies and scattered away. The whole area sparkled like a gold blizzard in a snow globe. It was a fleeting, fantastical scene that disappeared in a heartbeat. So I guess she's not coming back in a physical form until the events in the first chapter? At least that's what it seems that it would be. The witch could no longer be seen. However, Canon felt like he could still hear that shrill and pleasant laugh. ああ、愉快愉快。なぜに久しぶりの人の世はこうも愉快なのか。恋に狂え、黄金に狂え。そのどちらにも狂わぬものなど人間にあらず。なるほど。故に家具とは言い得たり。家具は人間に奉仕するために生み出される。そしてわらわは退屈なる千年の慰み者として人間を虐げる。そのわらわが家具を支配できぬとは、なんとも愉快な三すくみ。金蔵め、実に面白いことをしてくれる。家具め、わらわを撃てるか試みてみるがいい。今宵まきたる恋の種は2つ。すでにまきたる種と含めてこれで3つ。ベアトリーチェ、なぜ私を一人この苦界に置き去りにしたのか。私は憎い。これほどまでに恋焦がれているのに答えようとせぬお前を永遠に憎む。親方様、それ以上のお酒はお体に障ります。南條先生からもご注意を受けておられるのでは。黙れ源氏。お前には分からぬ。我が嘆きも苦しみも分からぬ。Genji, can you not see me doing my weekly yelling for Beatrice? お前だけは我が苦しみを理解してくれていると、お前だけは我が最古の友人であると信じているのに、なぜに理解できないというのか。おー、ベアトリーチェ、なぜ私だけを置き去りに。I feel like Genji's tired of his crap right now. Look at that face. He's doing it again. I legitimately feel quite bad for Jessica here. She just... Canon's such a jerk. なんだよ、家具って。わけわかんねえよ。おいたわしやジェシカ様。寝室から聞こえてくるすすり泣く声に私は事情を知りつつもどうしようもないのでございます。すべては若すぎた二人と近すぎた距離、そして生まれた家柄が遠すぎたゆえの悲劇。私はただただお嬢様のお気持ちを汲み取り、足音を殺して静かに立ち去るのみなのでございます。 Didn't mean to skip her text there. A very Romeo and Juliet type of feeling though, isn't it? Just with a different outcome as of yet. And from what I can tell from the little bit I've heard, basically Beatrice is trying to set all this up in order to give her enjoyment, I think? If I'm not mistaken. どういう意味ですか、ジョージさん。言葉通りの意味だよ。僕はまだ自分の城を築き上げてない。それができて初めて僕は一人前になれたと思えるんだ。その時君と結婚したい。それは
でもそれじゃあもう僕の心が許せないんだ。だから君に婚約指輪を贈りたい。婚約ですか。でも私家具ですし。そうだったね。じゃあ家具は人の言うことを聞かないとね。今君に贈るのにふさわしい指輪を作らせてる。多分今度の親族会議の日には持っていけると思う。その時に送るから、どうか君の返事を聞かせてほしいんだ。君が僕の婚約を受けてくれたら、僕はその席でおじい様を含めた全ての親族の前で君との婚約を宣言する。ジョージさん。君と僕の仲をふさわしくないと咎める人たちはきっといる。でもそいつらの顔を見る必要はない。君はその瞳の中に僕だけを満たしていればいいから。君を必ず幸せにする。それだけは絶対に約束するから。You know, aside from the whole being dead part, it's kind of iffy, isn't it? どのように実るのか楽しみでならない。Creepy background chanting. 熟れに過ぎて腐り落ちる果実の駅に黄金の蝶たちは舞い降り、今より収穫の日が待ち遠しい。宴の時はまだかまだか。Oh, she's definitely having a lot of fun with this. Oh, and poor Shannon and George. Their love will never be. Good, they're giving me more dates. I can't remember dates. First day. First day of what? First day of something. Yeah, well, I guess we'll stop here. This is actually quite a very good stop. So that's interesting to note. First off that, I mean, obviously, Canon doesn't seem to share Jessica's love back, which isn't very surprising. But it is interesting to note now that apparently Beatrice isn't seeming to do it out of the kindness of her heart, as I would have guessed. But she seems to do this, one, for amusement, and two, possibly for, well, for the family conference thing, obviously, with the whole separating of the lovers bit. So, that's something interesting to note. And I'm sure we're going to learn more on that. Definitely seems a little bit of evil going on, but you know, they seem to be enjoying themselves. Jessica, Shannon and George. So that's nice. Thanks for watching, and I'll see you guys next time. Bye!